皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私は、NPO 法人共生ネット、そして一般社団法人 LGBT 法連合会に所属している原湊と言います。今日はですね、暮らしの中でトランスの仲間たちがですね、直面するさまざまな困りごとを取り上げて、どうやってですね対処しているかというような話をしたいと思うんですけれどもね、これから、いろいろな、ことにですね、立ち向かうときに何かのヒントになればいいかなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。実はですね、テーマ1というのがありまして、この講座とは別にですね、もう一つ書類上の問題をお話ししたものがありますね。ですから、その書類の細かいことと合わせてこの講座を聞いていただくとより分かりやすいかなと思います。まずですね、この暮らしのテーマについてはちょっとですね、学校のことから始めたいと思いますね。例えばですね、中学の時は、生まれた時からの性別で入学したという人は多いと思うんですね。なぜかというと、まだ中学生12歳ぐらいですからね、まだそこでですね、自分の社会的な性別でというのはね、なかなか難しいことがあります。でも配慮をねしてもらって、例えば、書類上は男の子として、入学してるけれども、でも、毎日の学校生活は女の子として、通学しているとか、その逆とかいう場合もありますよね。でそれはとてもいい成功例というかね、ちょっといいことだと思うんですけれども、それがですね、なかなかうまくいかないという場合もありますね。でその入学の時の性別をね、だんだん自分の意思で決めるというのはどうするかということなんですけども、まずですね、自分の名前がどっちかの性別にですね、すごく偏っている場合ですね、明らかにこれ女の子の名前だろうとかね、こっちは男だろうみたいなね、それであまり自分の性に合ってないという場合はですね、もうこの辺りから、次の学校に入る前にですね、ちょっと自分の望む名前をですね考えて、親とも相談しながらですね、そういうふうに呼んでもらったりね、して、そのことをですね、新しい学校に入る時にですね、きちんと表明して、この名前でみんな呼んでもらいたいんだというようなね話をするということも一つ大きい、ことかもしれませんね。そういうようなことがあって、あとトイレのですね、どっちのトイレに入りたいかとかねいうこともですね、一つ結構大きな決め手になるかもしれませんね。それから制服ですね。なかなかですね、今、もともと女子として扱われてた人がですね、スラックスを履く、ズボンを履くということは結構増えてきていますね。だけれども、その逆がですね、まだなかなかできないという状況ですけれども、今まで女子として扱われてきてね、うまくやってきたということがあるんだったらね、そういう交渉をしてみてもいいと思いますね。他にもですね、一回入ったらですね、いろいろなことが出てくるんですね。例えば、女子なんだけども男子としてですね、通っている子がいるとね。ところがですね、部活の先生がね、今まで結構女子のバスケ部でですね、すごい活躍してたんですね、その子はね。そしたらですね、男子として通うようになったんだからね、バスケ部もね男子の方に入んなきゃダメじゃないかみたいなことをですね言い始めてですね、それまでのチームワークとかですね、その部活のいろいろな自分が活躍できるところっていうのね、全部ねやり直しになっちゃうんですね、これね。なので、必ずしもですね全部を、どっちかに合わせなきゃいけないというわけではないね。そういうふうに思いがちな人もいますけれども、そういうことが必須ではないね。自分の都合でですね、こっちが居心地がいいと思ったら、そこでしっかりと活動するのも大事とね。その辺は自分で考えてきちんと言うねことが大事かなというふうに思います。何でもかんでもですね無理してどっちかに合わせると結構大変なこともあるしね、
いろいろな、不都合も出てくるので、その辺はゆっくりと移行していくとねいうことですね。はい。次にですね、職場ですとか、学校もそうですけれども、トイレや更衣室の話、それからスポーツジムをどうやって利用するかなんていうね話もね、結構問題になります。はい。実際ですね、職場のトイレや更衣室というのはですね、男女にはっきり分かれていて、性別移行をするとですね、一番その他の人がすごくそのことを気にするんですね。で本人はですね、大体そのどのトイレに入るかとかいうのはもう毎日のことなのでね、大体この時はこうとかね、大体決めているので問題はないんですけれども、周りの人がとてもですね、気にしたりしますね。その時は、落ち着いて、みんなで話し合ってですね、日頃どうしているのかというような細かい話を、担当者と、ね、してくださいね。それからあとスポーツジムの問題なんですけれども、実はですね、スポーツクラブに入る、民間のねスポーツクラブとかありますよね。そういうものに入るようになりますと、会員になるということがあります。でその会員になるときにですね、結構な数のスポーツクラブはですね、内規というのがあります。そしてですね、性別に揺らぎがある人、どっちだかわからない人は入れないというね、その NG を出すところが意外とあるんですね。はい、でこれはですね、全然喜ばしいことではなくて、ね、これは良くない、ね、もうそろそろ変えてくださいというふうにですね、言っているんですけど、なかなか変わらない場もあります。ですからせっかくここがいいと思って応募してその申請してですね、いざ許可が出るというところでですね、却下されることがあるんですね。でものすごくショックなんですけどもね、それはね、はい。これに関してはですね、ちょっと元の性別でも利用するのも難しいとなるとですね、結局そのジムは使えないという例が結構出て問題になっています。はい。なので、これはまだちょっと未解決の問題かなと思います。そういうことがあるよということは知ってくださいね。これは改善していかなければねいけませんね。他にも公衆トイレを利用するとき、職場のトイレ、学校のトイレと公衆トイレ、誰もが使う公衆トイレというのは大きく違うところがあります、ね。職場や学校のトイレは使う人が限られています。誰が使うかも分かっている。そして安全に使えるかどうかもね、大体、分かるとね、いうことなんですね。ですからそこはもう最大限に、自分に合った、トイレが、トイレ更衣室を使うように、してくださいね。周りにもその配慮をですね望んでいいと思います。はい。公衆トイレだとですね、誰が入るかわからないというところがありますので、なかなかですね、監視の目が厳しかったりね、いろいろなことが起きる可能性があるね、いろいろなことに配慮しなきゃならないということで、やはりその、いつも、ここの公衆トイレを使うというね、お気に入りのですね場所があればですね、やっぱりそこの人たちと何らかの形でお話をしたりですねする必要が出てくるかもしれないね。それをしないとですね、通報があったりとかですね、変にこう、不審がられたりしてしまうので、そうですね、何かと、掃除をしているね、清掃の方とかね、管理者の方とね、言葉を交わしたり、ね、話をする必要が出てくる可能性がありますね。この時に性同一性障害の証明書をですね、診断書ですね、いつも携帯しているという人もですね、実はいるんですね。はい、これはとてもその人にとっては準備万端でですね、非常にいいことだと思いますけれども、これは別に携帯をしてないと入れないというものではないですね。念には念を入れて持っているというね、皆さんの、そういう防衛本能なんですけどもね、これを見せなきゃいけないということは全くないですね。どの人も何の証明書も見せなくてもトイレを安全に安心して使う権利があると、ね、いうことなので、診断書がなければ使わせないぞみたいなことをね言われてもですね、いやそれはそういうわけではないでしょうとね、
思ってくださいね。そこでいろいろ言い合いをするかどうかはね、その状況によりますけれどもね。最近はですね、多目的トイレ、がですねバリアフリートイレというふうに名称を変えつつありますね。バリアフリートイレというのは車椅子が入れる広さのトイレのことを言うんですね。大体はね。多目的トイレというのは誰もが使っていいトイレとね、いろんな目的で使えるトイレということなんですけどね、バリアフリートイレがですね、空いてないとですね、車椅子の人はそこだけしか使えないので、男女共用トイレという別のトイレが、最近はできてきましたね。今パラリンピックをやっている国立競技場もですね、男女共用トイレというのが実はあるんですね。ここは男性でも女性でも関係なくですね、誰もが使える個室のトイレですね。で個室なんですけどちょっと広めで2人でも使える、介助もできるというようなトイレですね。そういうようなものも今普及して、公衆トイレの問題を解決しようという、試みもありますので、そのことも知ってください。では次がですね、コロナのね、今ね、非常にそのコロナ禍というのが問題になっていますけどもね、やっぱりその時に入院をしたりね、通院をしたりとかいうのってとても大変だと思うんですけれども、入院手続きについてねちょっとお話ししましょう。実はですね、いろいろな、何か病気が分かったという時にですね、入院をしなきゃいけないっていうことありますよね。でその入院もどんな病気なのかによってその入院先も変わりますよね。ですからなかなかですねこの入院というのは、ちょっと手強いというかね、まずですね、その病棟が男女で分かれているところがほとんどね。ところが中にはですね男女混合病棟とかフロアというのもあるんですね。ですから、もしですね男女に分かれていて、なかなかその書類上の性別でしか入院できないというように言われたら、じゃあ男女混合フロアに、してくださいと、ね、いうふうに、お願いするというのも一つのやり方です。それからもう一つはですね、どうしても自分はその書類の性別で入るとですね具合が悪くなるんだということを言ってですね、治りも悪いと、ね、いうことで、周りの人にもですねいろいろ言われるんだと、ねいうような理由でですね個室を振ってもらうと、ね、個室の方に入れるようにしてもらうと、ただしこの時に個室というのは加算料金がかかるので差額ベッド代といってね、この料金を誰が払うか大問題なんですよね。ですから、これはですね病院都合で個室にしてもらうということ、混合フロアがないところですよ、個室利用にしてもらうということで病院の方で差額を取らずにですね個室に入れてもらうという、交渉をしないと損をしますね、こちらはね。そういうこともできますという実際に例がたくさんありますね。他にもですね健康診断などで、皆さん行ったことがあると思いますけれども、札がですね赤と青に分かれていてね、赤渡されちゃったとか青渡されちゃったとかいうこともありますけどね、こういうのはですね、いくつかその性別ではなくて何か目的別にですね色分けしてもらうといいですね。緑とかピンクとかいろいろねあればね、その目的で、どういう、カテゴリーの診断なのかということでですね分けてもらうというのが、いいんではないかと思いますけどね。こういうこともありますし、それから、ガウンの色がねピンクとブルーだったなんていうこともねありますよね。そうするとちょっとそのガウンを着ていろいろ病院内を歩かなきゃならないので嫌だなということで、結局健康診断をやめてしまうという人もね、検診受けないなんていう人もね出てくるぐらいなので、こういうことはですねやはり逐一その窓口に話してですね、これちょっと切れませんというふうに大勢の人が言っていくことがね大事かなと思います。私たちもできるだけ、こういう色分けはやめてくださいというような話をしているところです。他にもね入院の時というのはたくさんの、問題がありましてですね、例えば、
その1で話したその保険、ね、健康保険を、通称名で作ってもらったと、ね、そして、男性扱いにしてもらったと、ね、本当はじゃあ、女の子として生まれたんだけども男性扱いにちゃんとしてもらってる。そういう場合にですね、時々病院ではですね、でもあなたその戸籍は女性でしょうと、ね、男性扱いなんてできませんと、ね、そんな保険と戸籍が違うんだったらうちは面倒だから受け入れませんなんていうところもあるわけですね。はい、他にも例えばトランス男性が産婦人科に行って、出血があるということもありますよね。出血がちょっと異常出血があったりとかね、不正出血っていうんですけども、それがあって産婦人科に行ったらですね、うちはそういうのは一切分かりませんから受け付けられませんって言って診療拒否をされる場合もあるんですね。はい、こうしたことはそもそも本来だったらあってはいけないんです。でもあるんですね。はい、でそういうことがあるかもしれないので、やはり病院を探すときには事前に問い合わせをすると、いうことが非常に大事になります。行ってから拒否されたらもう非常に困ったことになるので、あらかじめ、目星をつけておいてきちんとですね受け入れてくれるところをいくつか探しておくと、ね、いうことが大事ですね。はい、こういうのは日頃具合が悪くない時からね、そんなにすごく具合が悪くない時からですねちょっと気にしてですねリサーチをするということも、自己防衛の一つかなと思います。はい、最後になりますが、これは今度は不動産屋さんでね家を探すという時のトラブル。これ同性カップルのトラブルというのはねよく聞きますけれども、トランスの場合ですね、たとえ一緒に誰かと暮らしていなくても、あるいは暮らしていてもですね、どちらでも一人でもですね結構トラブルがあるんですね。はい、まずですね申し込みの受付をですね、拒絶されるなんていうこともですね、これは同性カップルの方よくあるんですけれども、トランスの場合もですね、やっぱりありますね。で、そこにはですねよくあるその誤認というんですね、間違いっていうのがあるんですね。でそれは例えばですね女性用アパートを希望しましたとね、でそこにですね男性がいるというふうに、入居してからね、誰かが通報したとね、いうことでですねトラブルになったりね、それから、次はですねその逆に男の一人暮らしのはずなのに毎日女性が出入りしているといって近所の人がですね、苦情を言いに行ったりというようなこともあるわけですね。はい、でもこの男の一人暮らしなのに女性が出入りしているっていうのは要するに女性とみんな認識してくれてるわけですからね、パスしてるんですけれども、結局最初に、不動産を借りた時にですね戸籍制で、借りることが多いので、こうした、勘違いとか行き違いが出てくるということなんですね。はい、ですから、不動産屋さんをですね、探す時には、できるだけですね、その事前に、相談して、味方になってくれると、ね、いう、頼りになる不動産屋さんを、まず選ぶということが大事ですね。でこれは今まで自分が探していて、いい物件を紹介してくれて入居していた、そういう経験があればですねまた同じ人にですね事情を話して探してもらうということはできるんです。それは家賃をきちんと払っているとか、それからきれいに使ったというようなもし実績があればね、もうそれは人自体は非常に信用されているわけなので、それがたとえ性別が変わったからといって急にですね、それじゃあやりませんというわけにはねいかないですよね。はい、ですからとても、実績は大事になります。だけども初めての場合ね、はやはりですね説明が必要になってくると思います。そもそも入居するときにですね、その斡旋をしてくれる直に会える不動産屋さんにしっかりと説明することで、今度は不動産屋さんが大家さんやそれから管理会社さんに、ちゃんと説明ができると、ね、いうことにつながりますので、その後、追い出されるとかですね、トラブルになるということを考えると、やはりそこはしっかりと、説明をしておくと、ね、自分の事情でこれは個人では変えられないことなんです、ね、ということでね、説明をしておくと意外とですね、いい物件が見つかったりしますのでね、はい、頑張ってください。はい、
こんなね、生活の、ヒントというのをね今お話ししましたけども、最後にですね、一番最後にちょっとだけこの生活保護の受給ということについても話したいと思います。生活保護というのはね、結構今ネットでも話題になってますけどね、これは誰でも受けられるね、大変な時に受けられる権利なんですね。はい、ですから特に遠慮する必要もないんです。ただホルモン治療をしているとですね、意外とちょっと面倒くさいことがあるんですね。なぜかというと、ホルモン治療の時には定期的に出費がありますね。ホルモン注射のね、値段とかね、月に2回とかね、1回とかみんないろいろ差がありますけどもね、この定期的な出費というのはこの生活保護費から、もし出すとするとですね、こういう、定期的な出費が、分かるわけですよね。生活保護費から使っているということがね。生活保護を受けると医療も無料で受けられるんですけれども、ホルモンに関しては保険が効かない。保険が効かないものは無料でならないんですね。はい、なのでお金を出さなきゃならないというね。でそうすると何に使ってるんですかみたいなね、突っ込まれることがあると、それが理由で私は生活保護は絶対に受けませんっていうトランスの人もいます、ね。だけれども、最近はですね、その生活保護のワーカーさん、役所の方でもね、だんだん理解が広まってきてですね、ホルモン治療っていうのは今保険が効かないんだとか、それから、どうしても必要な、ね、ものなんだと、自分の体のコンディションを整えるために必須だという、認識が出てきていますので、そのことをきちんと説明して、生活保護も受けられるようになる方がいいと思いますね。はい、では皆さん、そろそろ時間になりましたので、今日はこれで終わりにいたします。これからの暮らし、はい、また頑張ってください。はい、元気でいてください。ありがとうございました。